なかった。こんばんは。日本でのライブですね。いやー、年明け一発目からやろうかと思ったんですけれども、めんどくさくてね、一週間経っちゃいましたね。とりあえず、玉木吸いながらね、なんかぼちぼち話をしていこうかなと思います。普段ね、ライブ配信キューバにいる時しかやらないじゃないですか。だから、日本でもやってねって言われて、やらざるを得なくなったってことですね。うん、今夜はこのエピ2で行かせていただきます。オヨデモントレエピクルナンバー2ですね。うん。エピクルナンバー3がね、もう市場に出回り始めましたけれども、うちにももうあるんですけれども、ピラミデがね、ナンバー3ってなんか変な感じなんですよね。なんか聞きながらやると変な感じなの。まあ、ハバノスって伝統的にナンバー2がとんがってることになってるので、ナンバー3がね、ピラミデなのに、ピラミデになってしまったオヨデモントでなんか引っかかるんですよね。お、ゴロさんこんばんは。あざす。キューバの時にもいらっしゃいましたね。9時とかそのぐらいでやるのがいいのかな。うん、お、こんばんは。パンチパンチ吸いながら見てます。前のは甘さが際立ってたのですが、今日のは甘さが感じられず、オイリーな感じです。ここまでブレがあるものでしょうか？ここまでブレがあるものなんですね。ハバナスっていうのは。ブレというと、なんか、ちょっと語弊があるかもしれないですね。味わいに、こう、遊びがあるというか、あの、いろいろな個性があるというか、そういう言い方が多分いいかと思うんですけれども、この葉巻自体、タバコの葉っぱを使って作られてるんですけれども、野菜と同じなんですよね。となると、中に含まれている野菜の場合、成分とかが、まあ、みんな違ってくるわけなんですよ。それを料理して、ご飯にすると、100%同じ味っていうのは絶対に出せないんですね。むしろ出してはいけないものだと思うんですけれども。手作りだからこそ、原材料が自然のものだからこそ、そういうふうなものになるっていうことなんですよね。例えば、なんだろう、原材料をもう集めたものを全部
混ぜて均一な物質にして、それをなんかポン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 って小分けにする工業的なね、生産にすれば、中のね成分であるとか味わいであるとかは全部均一化されるんですけれども、ハバノスはそうではないので、箱の裏にもね全て手作り、トータルメンテアマノっていう風にねこう書いてありますからね。それはその葉巻の個性だと思って楽しんであげてください。でないとね、つまんないじゃないですか。全部同じ味だったら逆に。石田さんですね。石田義孝さん、よろしくお願いします。そうやって材料も日々違うし、巻いてる人もみんな違うし、当然レシピはありますけれども、個性っていうものがあるので、出来上がるものが違うので、で、ね、経路も違う、移動する。お店の環境も違う。吸う場所の環境も違うので、千差万別になるんですね。取り上げていただきありがとうございます。いえいえ。ネタ欲しいですから。喫煙中にラッパーが割れてくるのはカカ室が原因ですか？ああ。喫煙中にね、ラッパーが割れてくるのって多分、先端とかじゃなくて、こう、先端より、それより後ろの部分がモリモリってなんか膨らんで裂けていく感じだと思うんですけど、そんな感じですかね。そんな感じであるとすれば、カカ室は関係ないです。あの、むしろ、この空間の気温と湿度が影響してますね。例えば冬、今の時期自分吸ってるとするじゃないですか。あの寒いところとかだと湿度が低いんですよね。はい、そこです。リングのあたりです。そうですよね。寒いと湿度が低いですよね。この空間の。そこで葉巻を吸うと中が水分が高くなってくるんですよね。湿度が。空気を吸い込む。空気の中にも湿度ありますから、それをここだけ吸い込み続けると、中の湿度はやっぱり外側の空気に対して若干高くなっていくんです。高くなっていくとどうなるかっていうと、中が蒸れて膨張してくるんですね。そこでメリメリメリって内側から破れるみたいな感じで裂けていく。ね、割れるというより内側からこう盛り上がって裂けていく感じの切れ方だと思うんですよ。これもね、葉巻は物理現象、何でもそうですけど、物理で全部わかるので、そういう風な作用が働いてると、内側から割れるっていうのがわかるんですね。要は空間が湿度が低すぎる。または、葉巻自体が、まあ、やっぱり湿度が高いのか、過加湿である可能性もあります。あるいはその両方っていうところだと思うんですよね。だから、個人的な経験で言うと、葉巻がこうメリメリって避けていくのは、冬外で吸ってるとなんかなりやすいと思うんですよね。極寒の倉庫内でストーブ当たりながら吸ってますので、それなんですね。そうでしょう。これね、夏とか梅雨とか、湿度が高いムシムシしてる時に、外で同じような感じに吸っても、そうはならないと思うんですよね。試してみていただければわかると思いますので。ね。葉巻は味だけでなく、吸ってる時のね、ダメージであるとかもね、湿度が関係する温度もね、それはね、面白いですよね。はい、最近小湯葉のクラブを吸い始めて、紙巻きタバコに比べて美味しい。そりゃそうでしょ。まあ、紙巻きタバコとね、難しいな、クラブっていうことは、シガリロの一種なんですけれども、
種類的に言ったらまあシガーではあるんですけれどもね。ただキューバではこういった葉巻、シガー、ではスペイン語でシガーロっていうんですけれども、日本でいうシガリロは一緒にしてないんですね。全くの別のものになるんですよ。シガリロっていう言葉自体もキューバでは使わないんですよね。これね、説明するとね、めちゃめちゃ長くなるんですけれどもね。あんまりライブ向きの話ではないと思うんですけれども。まあ、話を先に戻して、紙巻きのね、タバコと、要はシガリロと違いはもう、そもそも原材料をどう加工したかによって違うんですよ。途中で送ってしまいましたが、なのでいつかはプレミアムシガーに挑戦したいです。ありがとうございます。ぜひプレミアムシガー、このハバノス、キューバシガーですね、を吸ってみてください。そうですね、じゃあ、まあ、紙巻きタバコとこのシガーのね、違いをね、説明しようかなと思います。パッと一言で言うのであれば、あのこのハバノスは、ハンドメイドです。オールハンドメイド。機械が関与する余地がないです。で、紙巻きタバコっていうのは工業生産品です。言ってみれば機械と同じです。完全機械化されているので。どう違うのかというと、うーん、原材料は同じなんですよね。タバコの葉っぱですから。同じコンディションのシガーでも、出演する環境によって君に変化を与えるものなのでしょうか？当然です。もちろんです。葉巻はね、食べ物だと思っていただければいいです。テレビでもお話ししましたけれども、葉巻は食べ物。口にして、香りも嗅いで楽しむものなので。食べ物はね、季節によって全然味わい違うじゃないですか。全く同じものを食べても、朝と夜でも印象違いますよね。ですから、全く同じものであっても、環境によって全然味わいが変わってきます。例えば、同じお外で吸うのであっても、さっき言った冬、夏の違いもありますし、晴れてるのか、それとも雨上がりのまだ湿気がね、ターンとそこら辺に残ってるような状態なのか。葉巻の場合、一言でこうだっていう風に言い切ることが難しいんですよね。あのいろんな複合的な要素が絡んでるので。でもそれを一つ一つ紐解いていくと、あ、なるほどって全部理論的にね、型がつくんです。例えばですけど、葉巻は燃やしているので燃焼してるんですよね、先端が。となると、エンジンとかと同じです。エンジンが乾いた空気と水分をたくさん含んだ空気、馬力が変わるんですよね。当然ですけど。燃焼室の中に入る水分が変わるわけですから。で、このライブを見ながら葉巻を吸ってる人がいれば、もしいらっしゃればやってもらいたいんですけれども、葉巻って軽く吸うのと強く吸うのとでは味が変わるんですよ。これはまあ強く吸えばたくさん空気を取り込んでいるので強く燃焼する、完全に燃焼するっていうふうに言ってもいいと思います。軽く吸えば、少しだけ燃える、不完全に燃焼させてるっていうふうに言ってもいいと思います。香木が好きな人とかはわかるかもしれないですけれども、物を燃やすと、くすぶってるのと完全に燃焼しているのとでは香りは違うんですね。ただの木でもそうなので、葉巻もそうです。なので、
環境、空気の水分含んでる含んでない、たくさん空気を燃やす燃やさないっていうのでも変わってきます。それはね、やってみると一番わかります。こんばんは。何の話してたんだっけ？紙巻きタバコの話か。ね、めちゃめちゃ、巻きで話すと、紙巻きタバコは、こんばんは。タバコの葉っぱは当然ね、こういうシガーと同じなんですけれども、まずね、シュレッダーにかけます。コッパにするわけですね。紙巻きタバコの中身みたいに。こんばんは。で、タバコの葉っぱをシュレッダーにかけて粉々にした後に、コンベアでプールに運ばれるんですね。ゴンゴン。どういうプールかっていうと、漂白剤みたいなのが入ってます。それを通ると、葉っぱは真っ白になって、タバコの成分は全部抜けて紙みたいな状態になってしまうんですね。で、その原材料をコンベヤに通しながら、規定量のタールニコチンと、香料と着色料をかけて、茶色くしてタバコの味にする。で、それを、燃焼剤が染み込んだ紙でくるくるくるって巻いて、くっつけて、フィルターをつけて、はい、完成っていうのが、紙焼きタバコになるんですね。メーカーとかブランドによって違いますけれども、おおよそざっくり言うとこれです。わかります。吸い方一つで味わいが変わるのは面白いです。そうなんですよね。あの空気のコンディション、環境にもよって違う。だからね、屋内でもね、全然違うんですよね。ありがとうございます。周りで疑問に答えてもらえる方がいないのでありがたいです。僕は強く内緒させた方が癖が出る気がして好きです。そうですね。まあ、葉巻のコンディションにもよると思うんですけれども、俺も強く吸う、狂気喫煙するのは好きです。っていうのも、完全燃焼すると、より強く葉巻の個性っていうのが分かりやすいんですよね。要は、くすぶらせてると煙の味もしてしまうんですけれども、いや当然強くしても煙の味ではあるんですけれども、完全燃焼させると、こいらないものが燃え尽きて、味わいがよくわかるんですよね。なんだっけ紙巻きタバコ。紙巻きタバコ。そう。そうやって作ります。なんでそうやって作るかっていうと、紙巻きタバコのパッケージにはタールニコチンが書いてありますよね。数字でいくら入ってる。でも、シガーのこういう箱にはね、書いてないんですよね。タバコの場合、表記しないといけない。でも、え葉巻と同じタバコの葉っぱを使って作るので、紙巻きタバコも、このタバコの葉っぱの中に入ってるニコチンの量はみんなバラバラなんです。だって土から生えてきた野菜と同じですからね。人参だってカロチンを測ったら全部微妙に違うはずですから。でも、販売するときには数字を表記してないといけない。そういう決まりなので、法律なので。どうするかって言ったら方法は一つなんですよね。全部ばらしてゼロにして決まった数を足すっていう風にするわけです。だから、極端な言い方をすると、紙巻きタバコってタバコの葉っぱじゃなくて紙でも作ることができるんです。そう、単なるペラペラの紙でシュレッダーして、さっき言った通り規定量のニコチン、着色料、香料とかをかければ作ることはできるんですよ。なんでそうしないかっていうと、日本の法律ではタバコの葉っぱを使ってないとタバコ税が取れないからですね。そうせざるを得ないんです。翻ってこの葉巻ね、ハバナス。じゃあ、なんで紙巻きタバコとシガリロ、シガーとか味が違うのかっていうと、要はそういうふうに一回抜いて付け足すっていうふうにしてないからですね。する必要はないんですけれども。だから、ハバノスはタバコの葉っぱが発酵した味、本来のタバコの味なんですね。大昔、紙巻きタバコがそういうふうに工業製品になる前も、おそらく発酵だけ済ませて
こういうふうにね、葉巻と同じような工程をたどって作ったんだと思います。なので、別に紙巻きを腐してこうするっていうふうな意図はないですけれども、え紙巻きタバコの味は、タバコの味を薬品で再現したものになるんですね。まあだから無果汁のジュースと同じですね。だからシガーの味とそんなにものすごいかけ離れてはいないけれども、やっぱり違うっていう風になるわけなんですね。果汁100%のオレンジジュースと無果汁のオレンジジュースの見比べてみれば、まあわかるっていうことなんですね。まあ、今のはうまく説明できたな。逆にね、そうしないとね、決まった数値のニコチンをね、その製品に混ぜ込むなんてできるわけないですから、まあ、うまいやり方だな。手段の良し悪しは別としておいて、そういうことをよく考えた人がいたな。すごいな、とは、単純に思いましたけれど。昔、某タバコ会社の工場を見学しに行った時なんですけれど。あ、よかった。十数人見てくれててる。誰も見に来なかったらどうしようと思ってた。虚無に向かって壁に向かって喋り続けるしかないじゃないですか。だからね、何も人が来なかったらどうしようということで、さすがにネタがないと、こちらも間が持たないから、こういうのをね、用意したんですけど、使う羽目にならなくてよかったです。これね。これリングブックですね。キューバで買ってきたんですけれども、もう、販売してない葉巻、ディスコになった葉巻、あるいは限定版、世の中に出回ってないような葉巻とかの、リングとかが入ってるアルバムです。めっちゃわかりやすい解説ありがとうございます。よかった。これね、面白いんですよね。これ見えるかな。ここにね、石油のね、シェル、ロイヤルダッチシェルですね。の、企業クラブが作ったね、シガーのリングがあるんですけれども、面白いですよ。これ、見えるかな。シェル。昔はね、本当昭和のドラマとか見るとわかるんですけど、喫煙にすごい寛容だったんでね、会社の高級幹部とかがね、出入りできる社内クラブとかがあったんですね。そういうところでは当然葉巻が吸えた。そういうので福利厚生で出してたり、お客さんに出してたりした葉巻なんですよね。欲しい。企業ロゴ入りの詩が。連投失礼いたします。五十嵐さんの滋賀との出会い、初体験の感想、そこからの遍歴が気になります。初体験の感想。なんかやらしい感じでいいですね。しがりを吸い始めていろいろ調べていましたが、一番わかりやすい説明でした。時々味わいが変わるのはそういうことなんですね。そうなんです。お、すごい。あ、これシェルのリングですよね。すごいですよね。初めて葉巻吸った時、遍歴とか出会いとか。でね、テレビでね、確か収録したんですけど、そこはね、カットされてしまったんですね。残念。まあ、7時間ぐらいね、束縛されてた拘束されてたんで、全部使うわけにもいかないから、テレビってこう作るんだなってその時思ったんですけれども。ね、確か、日本では成人すると、喫煙とお酒が OK になるじゃないですか。そうすると、みんな、まず手当たり次第、いろんな種類のお酒飲みますよね。ビール飲んでみよう、ウイスキー飲んでみよう、ワイン飲んでみようっていうふうにいろいろ試してみるじゃないですか。手当たり次第ね。タバコもそうだと思うんですけれども、お店に行って、あるいは先輩とかに勧められたやつとかをいろいろ吸ってみて、試してみて、それで何を吸うっていうのが決まっていくと思うんですよね。葉巻を吸う人は何もなしで自発的に吸ってみようっていう風な人はまずいないんですよ。誰かからか紹介を教えてもらうか、あるいは葉巻を吸ってみようっていう何かきっかけがないとやらないんですよね。でね、昔ね、
少年ジャンプに連載されてた宇宙海賊コブラはご存知ですか？もう最近宇宙海賊コブラを知らないという不届き者がたくさんいるのでね、教育しまくってるんですけれども、最近はカズレーザーのおかげで、ちょっとね、知ってるっていう人もね、出てきたんですけれども、まあ、ざっくり説明すると、あの全身ね、ピチピチのスーツにね、身を包んだ、片腕がサイコガンになってるね、あの、宇宙を股にかけためっちゃかっこいい宇宙海賊コブラの話なんですけど、知らないです。もちろんコブラ知ってます。しずくさん、コブラ読んどいてください。電子書籍で多分見れると思う。ゴロさんはね、さすがっすね、コブラ知ってると。まあね、その宇宙海賊コブラはね、今ですら連載できるぐらいかっこいいスタイリッシュな漫画なんですよ。で、その主役のコブラはね、まあ、すごい伊達男なんですけれども、ちょっとね、ウィットの効いたジョークを常に言ってる子供ながらにすげえかっけえと思って。そのコブラはね、いつも葉巻吸ってるんですね。葉巻を加えてるんです。こんな感じで横食いしてるんですけど。はい、読んでください。それでね、読んだコブラがかっこよくてね、絶対俺、子供の時思ったんですけど、大人になったら葉巻吸ったろっていうふうに思ったんですね。だってコブラが吸ってたから。ね。で、そう考えていた五十嵐少年、五十嵐青年になって成人した。というところで、葉巻を吸うぞと。ただね、当時インターネットがね、あるわけでもなし、葉巻とかもね、情報がなし、売ってるところもあんまりなし。そもそも情報がなかったらね、どこで買えばいいのかとか、そういう風な話になってしまうじゃないですか。ただね、あの、近所のね、酒屋にね、たくさんね、タバコ置いてあるようなお店だったんですよね。今でも元酒屋だったコンビニとか、なんか雑貨屋さんとか、そういうところって、タバコ一般のじゃなくて、ちょっと変わったのとか置いてたりするとこあったりするじゃないですか。そういう感じのところだったんですよ。で、運よくそこに葉巻が売ってたんですよ。当然その頃なんて今よりも葉巻の情報がない時代ですから、なんでそこで売ってたのかわかんないし、そもそもコンディションもね、絶対良くないはずなんです。フィミドルとかウェットキャビとか、そういう風なものなかったんで、だから、その店もうないんですけれども、その店がどうやって葉巻入れて、葉巻をどうやって管理してたのかわからんすけれどもね。棚の上段の箱はヒュミドルですか？中身が気になります。これですか？これはそうです。ヒュミドルです。ね、この話を終わったらちょっと見せましょう。で、初めて知った葉巻は、その頃ね、ハバノスってね、ほとんど日本になかったんですよ。ほぼ入ってきてないし、全く行き渡ってなかったんだと思うんですけど、だからね、ダビドフだったんですね。買ったのは。もちろんダビドフだっつうのは買った後に知ったんですけれども、買ったのはダビドフの WR でしたね。ダビドフのグランクリュシリーズ、白いリングのシリーズですね。それのダブルコロナを WR って言うんですけれども、まあ、当時は葉巻の知識も何もなかったんでね、葉巻いくつかあったんですけど、どれかを、でかいのが一番偉いだろうと。まあそれはね、今でも正しいことなので、でかいのがうまい、偉いっていうのはね、それはね、外れてなかったんですけど、それがね、まあ見よう見まねで吸ってみたら、美味しかったんですよね。状態もね、決して環境があったわけではないので、いいとは思えないし、お願いします。そうですね。吸った時にね、葉巻って美味しいんだ。こういう味がするんだ。すげえっていう風になったんですよね。そこからドツボですね。ドツボのド沼ですね。だからね、
いやー、でも、初めて吸う葉巻、ハバノスとかだったらな、人に言えるな。こんだけハバノス吸ってるのに、一番最初に吸った葉巻、ノンキューバンかよっていう風になったら、ちょっと言えねえなっていうことで、あんま自発的にこれ言うことないんですけれども。だってね、行ってみたいじゃないですか。いや、初めて吸った葉巻、パルタガスのルシタニアスなんですよ。って言ったら、お、すげえって思いますもんね。俺もすげえって言いますよ。初めてだよ、ルシタニアス。同じなのはダブルコロナのところだけですからね。俺の初めての葉巻と比べたら。うん、まあね、葉巻はね、初めて知ったのはそんな感じなんですけれど。ところでね、これ配信して気になったんですけれども、訪れしてませんかこれ。大丈夫ですか？これね、キューバで配信するときは iPhone なので、一つの端末に、これね、マイクとカメラがついてるからいいんですけれども、今配信してるの、このマイクとカメラ別なんですよね。だから、試しにやってみたら、まあまあ訪れしてたんで、音だけが先に来て、動きが後に来るっていうのね。まあ、微調整をしてあげればなるんでしょうけれども、めんどくさいんでね。訪れ大丈夫ですか？ OK です。シガリロから葉巻に入るときのおすすめとかありますか？うん。実はね、シガリロは初心者向きではないです。これ言うとね、っていう風になっちゃうんですけれども、シガリロはね、吸うのがね、難しいですね。若干音が小さいかもしれない。訪れがない。ちょっとボリュームをじゃあ気持ち上げましょうかね。シガリロはね、本来、シガースモーカー、日常的に葉巻を吸う人とかが、時間調整とか、ちょっとした間にね、吸うものだと思うんですよ。みんな訪れのことチェックしていただいてね、ありがたいですね。なんでかっていうと、葉巻って、さっきも言った通り、強く吸ったり弱く吸ったりすると味わいが変わるっていう風に言ったじゃないですか。シガースモーキングって吸い方があるんですよね。で、葉巻というのは大きければ大きいほど吸うのは簡単です。実は。で、味わいももちろんブランドとかブレンドとかによりますけれども、大きい方はマイルドなんです。単純な話、こういう風に葉巻があったら、長ければ長いほどその分、口から遠くなるので、フィルターの役割を果たすんですね。なので、単純にマイルドになります。短くなって、葉巻の味わいが強くなるのは、だから物理的に当然と言えるんですね。翻ってシガリ色のことを考えてみると、細くてちっちゃいですよね。だから、喫煙方法に気をつけないと、すんごい辛く、すんごい熱く。熱いのは別にいいんですけれども、味わいというか風味がね、台無しになってしまうんですよね。だからシガリロを吸うときは紙巻きタバコみたいにスパスパ吸うと風味が死んでしまいます。となるとやっぱりシガーを吸い慣れていてシガーの燃焼のコントロールができる喫煙の仕方を知ってる人がうまくシガリロを吸えるんですよ。気持ちはね、わからないこともないんですよ。シガリロはちっちゃくて値段的にもお手軽だし、ヒュミドルとかの管理がいらない、いわゆるドライシガーに入るから、初心者の人とかがね、これ買ってみようっていうことで初めて吸ってみるっていう風なケースも多いと思うんですけれどもね、お店とかもそういう風に進めたりするので。でも、冒頭お話しした通り、こういったシガとシガリロっていうのは、そもそも全くの別物なので、まあ、だからキューバ人もね、シガリロっていう風に言ってもあっちでは通じないんです。メカニザード、要は機械製、機械巻きって言います。シガリロっていうのはね、シガリジョなんですけれども、スペイン語だと、ビトラの一つなんですね。ビトラって何ぞやっていう人は、五十嵐達也のシガーチャンネルっていうすごい葉巻に詳しいチャンネルがあるのでね、それ見てもらうと分かりますけど、ざっくり言うと、この葉巻の長さ、太さ、形をひっくるめたことをビトラ
言います。このエピクルナンバー2はロブストっていうビトラなんですけれども、要はシガリージョっていうビトラがあるんですね。シガリロみたいに細くて小さいプレミアムシガーがあったんですよ。ラファエル・ゴンザレスかな。うちにもありますよ。今度ライブするとき吸いましょうかね。そのサイズ、ビトラを見てシガリージョって言ってたんで、ああ、こういう形のはシガリロっていうのかっていう風な感じで、機械巻きのドライシガーをみんな日本ではシガリロっていう風に呼ぶようになったんですね。まあミニシガーとかシガリロとかね、シガーって名が付くものが多くなってきたんで、もともとシガーっていう風に名前のついてるこれは、それと区別をつけるためにプレミアムシガーっていう名前を新たに名乗り始めたんですね。これはね、日本だとね、よくありますよね。マグロ、カジキマグロ、キハダマグロ、いろんなマグロが出てきて、それもみんなマグロマグロっていう風になってきたから、マグロっていう名前を本物のマグロを本マグロとかいう風に言わざるを得なくなってしまった。あるじゃないですか。それと同じです。だからシガーはプレミアムシガーっていう風に名前を付けざるを得なかった。シガリロの話をすると、バラしてみると分かるんですけど、構造上こういったプレミアムシガーと違うものになってるんですよね。プレミアムシガーは外側からラッパー、バインダー、フィラーっていう3層構造になってるんですけれども、シガリロはね、そういう3層構造ではないんです。まさにお値段と手軽さで始めました。黄緑の中身の剣と剣遮ってしまってすいません。いやもうライブ配信って多分こういうものでしょう。ポンポンポンとね、話題がどん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 変わってってね、最初からもうこういう筋道がなくてずーっとすごいずーっと脇道で終わってしまうとね、いいんじゃないですか。なんで、シガリロは作り方、まあ機械で巻くし、3層構造でもないし、やっぱりプレミアムシガーとはちょっと違うんですよね。で、吸い方も難しいし、うん。だから、プレミアムシガーを吸ってみて、シガリロを吸ってみるっていう風に、両者を吸って比較してみるとね、違いがよくわかります。で、プレミアムシガーを吸い慣れれば、シガリロのうまい吸い方も、勝手に身につくので、やってみるといいと思いますね。まあなんだろう。だからさっき、紙巻きタバコは無果汁のオレンジジュース、シガーは100%のオレンジジュース、生ジュースって言いましたけれども、その合いの子みたいな感じですかね。シガーの燃焼について灰を落とした時に中心部が残り、ラッパーが燃え進んでとんがっている状況は、吸引が多すぎるのでしょうか？水分含有量によるとは思いますが、一般論としていかがなのでしょう？ああ、玉木をね、強く吸ったり、あと短時間でスパスパ吸うと、確かにピラミッドのようにね、中心がとんがって、すんごい刺さりそうな感じになりますよね。いいです。お疲れ様です。なかなかご褒美あげられずにすいません。マロくんちゃん。ライブで業務連絡するな。いいけどさ。なんだっけ。そうそう、とんがるってやつですね。それはプレミアムシガーですよね。ハバノスとか。それはね、別にとんがってもいいんです。よく玉消してるときにピラミッドみたいに先っぽがとんがってる肺の状態になると早すぎるよとか熱くなるでしょ辛くなるでしょっていうふうに言う人がいるんですけれども、別にそれはね間違いではないです。ていうか白人のアングロサクソンとか日本人と比べたら肺活量がべらぼうに違うのでみんなねめっちゃとんがってますよ。この燃焼についてもね、五十嵐達也のシガーチャンネルっていうところにね、載っけてるんでね、見てもらうと分かりやすいんですけれども、さっきも言った通り、強く吸うのは別に構わないです。逆にね、葉巻ってゆっくり弱く吸うと、肺を落とした時に中央がへこむんですよ。面白いですよね。まあこれも
物理法則に支配されているので、燃焼がそういう風になってしまうんですけれども、それはね、要は、スパスパ吸うのは美味しい葉巻だから、とんがりがちになるのは仕方がないんですね。で、話に夢中になったら、火がほとんど消えかけて、中央がくぼんでる状態になってしまったりする。それのね、吸い方で、良し悪しはないです。で、水分が多い少ないでもあんまり関係ないです。だって、燃えている、あるいは燃えて灰になった状態なので、もうその状態では水分は関係ないんですよね。要は、燃やすために水分を全部蒸発させて燃やしてるので、多かろうが少なかろうが、早めにスパスパすると必ず尖ってしまうんです。その手前の提灯何ですか？どう見てもこれ、マイクでしょ、マイク。マイクですよ。ほら、これ、マイクでしょ。配信用のマイク。赤くてかっこいいから買ったんですよ。なんだっけ。あとね、葉巻に関してのね、一般論っていうのはね、ないです。みんなね、自分が葉巻の吸い方、全員が全員正しい、相手がおかしいっていうふうに思ってるし、でかい声でね、しかもね、なんか、なんだろう、うんちくを語ったり、お前は間違えてるみたいな感じで言ってる人は100%逆に言うと間違えてます。むしろ俺よりも詳しい人見たことがないので、断言できます。ハバノスはね、あの尖ったからどうだとか、へこんでるからどうだとか、速いからどうだっていうふうには全然言ってないんですよ。そういうのは勝手に決まりとかを作りたがる人、日本人に多いですよね。が、勝手に言ってるオカルト知識です。気にする必要はないです。とんがってるから早すぎかなっていうふうに思われるかもしれません。ただ、早く吸っても別に葉巻は辛くならないですよね。もし早く吸って辛くなってるんだったら、それは葉巻のコンディションが悪いです。自分の吸い方が悪いわけではないです。で、ハーバノスは、1本吸うのにどのぐらい時間かかるっていうのは目安となるようなものを、言ってはいるんですけれども、チャーチルで1時間ぐらいって言ってるんですよね。日本だとロブストで1時間ぐらい、いや1時間以上かかるみたいな感じの物差しを言ってる人がいるんですけれども、公式ではチャーチル1時間って言ってるんです。チャーチル1時間ってめちゃめちゃ葉巻の穂先とんがりますよ。めちゃめちゃ熱くなりますよ。でも、外人の体格はそれが普通なんです。つまり、先ほどのお話返すと、気にしすぎです。気にする必要はないです。自分が美味しいなーっていうスピードで吸ってればいいだけの話なんです。それの葉巻のコンディションと、あるいは吸うスピード、空気の湿度とかで、まあ、尖ったりへこんだりだと思うんですけれども、そんなのね、気にする必要はないです。そうです。美味しいと思ったシガーは早く吸おうがゆったり吸おうが美味しいです。味覚も嗅覚も主観なので、それをどういう風に吸ったら美味しいかっていうのはその人にしか分かんないんですよね。で、全く同じ葉巻は存在しないですから、同じ葉巻を2人で吸ってても味も違う。で、吸い方も2人とも違うから、どう美味しいかと思う速さ、濃さ、強さが違うので、周りを気にしないでください。自分が美味しいと思った吸い方で十分、それ以上はないです。だってね、隣のやつのために葉巻吸うわけじゃないですから。自分が美味しいから葉巻を吸おうとしてるわけですからね。話をしながらだから、俺もこれ葉巻、今日すごいゆっくり吸ってるんですよ。普段だったら、ライブ配信始めてから今、45分ぐらい、もう吸い切ってるはずなんです。ロブストだから。お酒もそうでしょ。飲むピッチはその人が一番美味しいと思うピッチなので。葉巻も全く一緒です。
なんだっけ、ヒュミドールか。何しよう。これっすね。これはね、ラカサデルハバノがね、初めて1店舗目ができてから25年経った25周年記念。ここに書いてあるんですけどね。ラカサデルハバノ、25アニベルサリアって書いてあるんですけれども、で、作られた、キューバにある葉巻のお店、ショップをね、模したね、スペシャルヒュミドールで、中はね、今これ中入ってなくて、ウェットキャビの中に移してあるんですけど、ラ・グロリア・クバーナの、ダブルロブストとピラミデスが25本ずつかな、入ってたやつで、ラカサデルハバの限定で、箱数も限定でね、作られたやつですね。表んだよ、お前。閉まんねえし。ちょっとダイエットしよう。かっこいいっすね。ハバノスはね、こういう風にね、限定のね、ヒュミドルとかもね、出したりするのでね、すごいっすよね。宝箱ですよね。ポータブルヒュミドルには使えねえな、これは。トラベルヒュミドルじゃなくて、これ、据え付け型のね、ヒュミドルなので。葉巻の箱とかはね、俺は別に、吸い終わったら何の価値も認めてない。もう、ものによってはもう捨てちゃうんですけれども、よっぽどレアなやつ以外。ね、デイリーシガーの箱とかね、ジャンプとかをね、ゴミに出すときみたいにビニール紐で十字に縛って出したりするんですけど、さすがにこういう風なのはね、捨てられねえなっていうことで、うちに置いてはいるんですけど、ここにあるのもね、うーん、これね、物置にね、置ききれないからここに溢れてきてるんですね。まあ、全部は全部確かにレアな空き箱なんですけれども、やっぱりトリニダのやつが最高にかっこいいです。トリニダのね、マロ君が言ってるのはあれでしょ、トリニダのロブストエクストラの、うーん、トラベルヒュミドル。トラベルに使うようなヒュミドルでもないんだけれど。昔の人はね、旅行とか海外にね、行ったりするのはね、全部召使いが荷物持ってくれたわけだから。玉木はね、貴族社会の文化とね、切っても切れないので。そうそう、革張りのやつね。トラベルリテールヒュミドルってやつ。消えちゃった。話してた。玉木にね、再着火するときはね、このように灰を全部落としてください。灰皿に。そうじゃないとつかないです。焚き火とかバーベキューとかした時のある人わかると思うんですけど、灰は燃え尽きてるので火がつかないんですよね。だから、灰を落としてから、このように、もう一度火をつけてください。消えたのに再着火するときに、灰皿に灰を落とさないで、こういう風に火をつけようとして、なかなかつかねえなっていうことで、また焦って、火がつかないっていう風な感じで、わたわたする人は中にいるんでね。落ち着きましょう。玉木だから特別っていう風なものは全然ないです。さっきも言った通り、全部物理法則に支配されてます。何でもそうですから。そう、さっき、玉木の灰がとんがったり、中央がへこんだりっていう風な話しましたけれども、どちらでもいいっていう風な話しました。じゃあ、ダメなのは何かっていうと、玉木の火を消すことです。玉木は消えないように吸うのが正しいです。だから、俺は今、しくじってしまったわけなんですけれども、ゆっくり吸おうが、勢い込んで吸おうが、肺が尖ろうがへこもうが、どちらも正解です。間違いではないです。間違いは、玉木の火を消してしまうことなんですね。
消えないように吸い続ければそれで十分なんです。葉巻の火が消えると何が起きるかというと、風味が落ちます。言ってみると、まずくなります。よく吸い切らなかった葉巻カットして持ち帰るっていう風な人とかがいたりするんですけれども、火が消えてから時間が経った葉巻はまずくて吸えないです。完全に風味が落ちているし、変な匂いがするんですね。たまにパイプのホロに短くなった葉巻を詰め込んで最後まで楽しんでいる SDGs 吸いをしている方がおっしゃる方もいますよね。いますけど、それは葉巻としてはもう美味しくないし、パイプとしてもどうなんだろうっていう風な多分吸い方だと思うんです。パイプはパイプでパイプ用の葉っぱがあるし、で、葉巻はあんまりにも短くなったら、もう美味しくないんで、私よくやっちゃいます。ゆっくりするので気がつくと消えてます。そうね。消えたら即火をつけてね、吸うようにしましょうね。消えて時間が経った葉巻はね、本当に風味がね、悪くなってまずくなってるのでね、俺もそうしないようにします。してます。まあ慣れてくるとね、そういう風なテンポとかね、身についてるものなので、そうそう消したりとかはしないんですけれどもね。今もう一回火をつけ直したのは、ついてない部分があったから、片思いしてたからです。別につけなくてもいいんですけれども、まあ見た目が気になったり、火の周りが変わったりするのでね、片思いしたからまずいっていう風なものでもないので、まあ、片思いしたらまずいものもあったりしますけど、それ個体差なのでね。ハバノスっていうのは本当に個体差が激しいので、一概にこうっていう風に言い切れるものは絶対ないんですよ。まあそれはめんどくさくもあり、それが面白いところでもあるんですけれども。マイクがあるとこ映らないし、ピントがちょこちょこ変わったりして目障りなんですけれども、マイクがないと声拾えないし、上からマイク吊り下げると、煙で、葉巻の煙でいぶされてしまうし、まあ、どうしようかなって感じですね。まあ、いろいろ試行錯誤してやるのがいいんだと思います。なんだっけ、あと説明してないのとか何かありましたっけ、コメントもらったもので。脇道にそれまくってるんで。何の話があったかも自分もよく覚えてないんですけれど。葉巻についてのね、知識とかね、あの公式の情報とかは、もう、編集して作った、もう上げた動画とかにね、大体入れちゃったんでね、特に言うことないんですよね。葉巻ってそんなに難しいものではない。うん、お酒が体質的に飲めないのですが、それでもシガーバーに行ってもいいんでしょうか。お酒が飲めない人が行くならバーよりシガーバーがいいと思いますよ。バーってお酒を出すお店なので、お酒飲まないともう入れられないじゃないですか。居心地悪いだろうし。でもシガーバーだったら、葉巻が吸えるからいいんですよね。いてもいいって多分思えると思うんですよ。俺の知っているシガーを日常的に吸う人、まあ、たくさんいますけれども、仲間がね。半分ぐらいはお酒飲まない人ですよ。飲んでもたしなむ程度、ほとんど飲まないみたいな人もいます。それは、だから俺の周りで体感半分。だから、
お酒飲まない人でもシガーバー行っても大丈夫です。そう、コーラとかドクペとか、コーラとかね。分かってるね、マロ。コーラとかドクターペッパーとかはね、フルーツフレーバーが入ってるから、合うんですよ、葉巻に。葉巻はフルーツ合いますから。つうか甘いもの合いますから。で、シガーバー行った時に、葉巻吸って、すいません、ちょっとノンアルでお願いしたいんですけど、とか。それがちょっとはここかっこ悪いなとか思ったら、すいません、今日車なんでノンアルでみたいな感じでもいいと思いますし。ノンアルだからね、お酒出せないっていう風なお店は、バーじゃないし、そもそもそういうところがバー名乗ったらいけません。ノンアルだったら当然ね、カクテルになると思うんですけれども、カクテルが作れなかったらバーじゃないし、そのカクテルをノンアルで作れなかったら、その人バーマンとはちょっと言い切れないので、気にする必要はないです。もしそれでお店の人が嫌な顔とかしたり、うちはバーなのでみたいな感じでアルコール飲めとかいうふうに言ってくるんだったら、その店は外れなので、もう一緒行かなければいいだけの話なのでね。バーとついてるので、なんとなくお酒とセットなのかと思ってました。気軽に行ってみてください。ノンアルコールでもね、バーの雰囲気を楽しんでもらうっていう考えで、そのお店をやってるバーマンの人はやってるはずなんですから。色だけじゃないですけど、ずっと黒いものが合う印象です。飲み物か。そうですね。黒っぽい、お酒で言ったら黒っぽいもの、茶色いものは、蒸留酒なんですよね。醸造酒は、もっと色がカラフルだったり、薄かったり、無色だったりするので、どちらかというと、醸造酒は葉巻に合いません。葉巻は伝統的に、食後に吸うものなので、お酒も食後酒なんですね。食後酒って基本的に蒸留酒なんですよ。コニャック、ラムとかですね。まあ、醸造酒でも飲み口がヘビーなものとかだったら、合うと思います。けれども、セオリーとしては、食後に吸うものなので、食後酒っていうものが合うことになっています。食前酒とかだと基本的にキレがいいものだったりするので、合わないんですよね。まあ、これもその人の好き好みもありますから、なかなか一言でね、さっきも言った通り、葉巻って一言で言い切れないので、難しいんですよね。マリアージュって合わないだろうっていうものから、偶然発見されるものもある。5C でしたっけ？そうです。5C とか 4C とか。こんばんは、初見です。ブラックブラックさん、よろしくお願いします。ガムみたいな名前だな。ブラックブラック。本式のね、オフィシャルディナー、コースのオフィシャルディナーとかだったりすると、食後に出てくるのはみんな頭に C がつくものでセットして、なんとか C って言ったりしますけれども、コーヒー、コニャック、チョコレート、チーズ、シガー、5C ですね。まあこれは昔のね、貴族文化、ヨーロッパの貴族文化が影響しているので、食べ物はほぼ100%文化に支配されてる、文化に影響を受けてるのでね、そういう風な流れも葉巻を組んでるので、それ前マルク確か説明したよね。そういうのを知ると、葉巻の楽しみもまた一層増えていく。でもまあ、ビールで好きな人だったらね、葉巻を吸っても、本人が美味しければそれでいいと思うし、例えばね、黒ビールとか、もっとコクのあるものとかだったら、葉巻にも合うと思いますし、
それはね、頭ごなしにね、合わないとかじゃなくて、チャレンジしてみたらいいんじゃないかなと思います。ただ、セオリーとしては合わないっていうのがあるっていうのは頭に入れておくといいと思いますね。まあね、こんな感じで、木曜日だから、黙々木曜日にね、毎週何も準備しないでライブ配信やってみようかなっていうふうに思うんですけれども、どうすかね。やった方がいいんですかね。あまりニーズがなかったらね、あの、自分の時間も、あと見てる人の時間もね、潰すのは、申し訳ないと思うんでね、そこのところ考えようとは思ってるんですけれど。けどね、やっぱり人によっては、聞きたいこととかいろいろわからないこととか、何調べても出てこない時とかもあったりすると思うんでね。葉巻についての情報で正しいのは、日本に皆無と言っていいので、なんか答えらしきものはあったり、言ってる人とかがいるけれども、突き詰めて考えてみると、なんか矛盾してるとか、ちょっとおかしいっていうのもね、あるんですよね、日本。要は、間違いだから、そういうふうに、っていうふうになってしまうんですけれども、そういうふうなものがね、嫌なので、いろいろ海外の文献とか漁ったり、海外のフォーラムで聞いてみたり、あるいはもう幅のその人に聞いてみたりっていうふうにして、俺は解決してきたので、だってね、出所が怪しかったり、なんか変なことね、受け売りみたいなの言って、五十嵐嘘ついてたじゃんって後で言われるの嫌なのでね。あ、すごく楽しかったです。またお願いします。いいコメントっすね。震えますね。動画から入りましたが、葉巻の勉強ができるのは五十嵐さんのチャンネルしかないので、ライブしていただくとありがたい。嬉しいです。いいっすね。いいっすけど、なぜかね、こっちのね、今、PC 見ながら配信してるんですけど、ここにね、ライブが出る、ライブチャットのコメントが出る設定にしてるんですけど、なぜか出なくなってきました。どういうことでしょう。だからこっちのスマホの方見ながら話してるんですけど。こんなお話聞けるなら時間は惜しくないですね。よかったっす。YouTube ライブ新鮮でいいです。あ、一気に出てきた。なんだこれ。ディレイしてたのか、コメント。まあね、編集して話をするのは、こちらから常にテーマを決めていってるので、それがね、聞きたいことがどうかっていうのは、多分、ミスマッチがあると思うんですよね。だこういう風なオープンな場で、ライブで、質問を投げてもらうっていう方がいいと思いますし、じらしプレイでした。なんで表示されなかったんだ。今めっちゃ自分の PC 画面にコメントがガーって出てます。で、逆に言うと、俺は、葉巻にズブズブの人間、もう、人なので、要は、初めて吸う人、あんまり吸わない人、吸い始めの人とかが、何がわからないのかとかが逆にわからない。逆に言うと、初心者の人とか、初めて吸った人とかは、何がわからないのかすらもわからないっていう風なのが出てくると思うんで、それって多分話をお互いにしながらじゃないと答えが出ないんですよね。玉木に限らず何でもそうだと思うんですけど、まあ難しいところですね。でも葉巻は面白いものなの。ね、コロンブスが新大陸を発見して、旧世界ヨーロッパにタバコの葉っぱを持ち込んでから葉巻の歴史は始まったので、歴史の長さで言ったら、要はシャンパンより長いんですよね。
それだけ長く続いている嗜好品なので、やはり歴史も文化もありますし、まあ、面白いんです。五十嵐さんというか、浜吉ツアーやりましょう。浜吉ツアーキューバに。いやー、まあ、めんどくさいからアテンドはしないけど、一緒に行く分には構わないですよ。でも、シガーショップしか回らないですけどね。観光名所行かないです。宮北から。カズマ TV さん、おはようございます。おはようございます。まあ、そうですね。この時間におはようございますって言うと、なんか業界人っぽいけれども。遅いっすよ。配信始まって1時間以上経っても、葉巻もこんなちびけてきてるんだからね。そろそろ締めをどうしようかって探り入れてるね、感じのタイミングだったんで次から見るときはね、早めにやってください。一応毎週黙々木曜日9時から、ね、やろうっていう風な感じで、今見てらっしゃる皆さんとね、決めたので。まあ、なんか質問とか、毎回毎回皆さんね、持ってるわけじゃないし、もう時間の都合もあるだろうから、なかったらね、勝手にこっちでテーマ決めてね、話しちゃいますからね。いや、国内です。吸いながら話してると聞きたいこと山ほど浮かんできますし。そうっすよね。まあ、いろんな場所でね、その状況とか環境とかでね、頭に浮かんで聞きたいもの変わってくるし、何でも詳しい人はね、身近そばにいて、話聞いてるだけでも面白いですからね。冬場の浜木管理のポイントが知りたいです。難しいなぁ。日本はね、四季があるんでね、葉巻にすごい厳しい環境なんですよね。うちは、俺が考える理想的な、ここですね。あの、市が管理できる環境にしてますんで、この後ろにはウェットキャビーをたくさん並べてますし、ウェットキャビーっていうのは機械的に湿度をね、調整してくれる電気仕掛けのキャビネットなんですよね。そうすれば湿度は見る必要ないですし、こういうヒューミドルとかを使うと、自分で水を足したり引いたりして見ないといけないんですよね。で、ウェットキャビもヒューミドルも、温度の干渉を受けますけれども、俺は365日24時間エアコンつけっぱなしにしてるので、そこは多分クリアしてるんですよね。そういうふうな状況を作るためには、部屋丸ごとそういうふうにしないといけないので、なかなか難しいと思うんですよ。そういう時にはやっぱり、あの、常に気を配ってやるしかないっすね。そうでなかったらもう機械に任せるっていうのが一番簡単ではあるんですけれど。木曜日ライブありがとうございます。こちらこそありがとうございます。というか、こんな風にね、葉巻もちびけてきたので、そろそろここらでおいとましたいと思います。えらく吸ったな。でもこの1本で1時間以上持ったな。わかりやすい説明ありがとうございます。いや、質問いただければ、説明ですからね。そんな感じでね。また、お目にかかりましょう、ライブ配信で。俺がやる気がそうでなければじゃあそういうことで、また。